アルトのおかげでノーダメクリアできたんじゃないかなと思います。こんにちは、こんばんは。名鳥大好き、名鳥暮らしと申します。ご視聴ありがとうございます。今回、ベリーナ、R と漂白者の起動ですね。この3人でプロタクティクス難易度6の無常の詐欺に挑戦した動画になります。3本立てとなりまして、まずは普通にプレイ動画になります。何も編集とか何もカットもしていない、動画になりまして、2本目が、解説パートということで、どんな攻撃が来るとか、スローにしたりとか、パリのタイミングとか、早送りとか、そういうのを駆使して説明パートとなります。で、3個目がですね、起動漂白者の、短期で挑戦した動画があるので、それもね、つけておきますので、興味があればご視聴をよろしくお願いいたします。それではね、軽くステータスを説明いたしまして、プレイ動画に移りたいなと思います。一言二言で紹介していこうかなと思います。ステータスはこんな感じで、共鳴効率をね、増やしました。前回大猿の時よりは、共鳴効率が上がってるはずです。次。これはいいとして、撮ってあるものをね、見ながら説明してるんでね。で、アールトさんは、音階育ててません。ハーモニー効果だけね、ちょっと欲しい感じだったので、これにしました。で、武器はこちらで、変われるようにアシストするね。この装備でいってます。育ててないのでこんな感じですね。カウントとはしてますね。ちゃんと育てようかなって思います。いずれは。スキル育ててなくて、あとは漂白者で、こんな感じですね。ちょっとクリティカル増やしたいなって感じなんですけど、常駐の星5の武器あるじゃないですか。あれつけると、あれクリティカル上がるんで、50% ぐらいになるんですよ。そっちでも良かったかなって思うんですけど、一応起動なんで、起動だったらちゃんと持ち武器つけようっていう感じですね。ほんとめちゃくちゃ噛み合ってるんで、こんな感じですね。音階が、漂白者の音階が、これで、起動と言ったら自分の中じゃこれなんで、もうこれしかないなっていう感じなんですよ。もっと他ね、最初の、強調かな？すごい攻撃力のある光の弾を撃ってくる。あれの時は、緑色のね、ちっちゃい、これをトップにして使ったんですよ。で、それを育ててたんですけど、音階たちのレベル上げの養分になりました。なので、また使うとなると、また育てないといけないので、今回はいつも通りの音階で漂白者は行こうかなと思います。以上ですね。これぐらいにしときます。ではですね、一度プレイ動画を見ていただいて、そのプレイ動画には声は入れてないので、解説パートの方でまた声を入れさせていただきます。それでは、プレイ動画をご覧ください。どうぞ。見切れるかな？風が波となる潮騒よ。すべてをさばけ。聞いてみよう。悪霊はこの手でさばく。行こう。荒波を任せてください。押し戻せ。お願いします。風が波となる悪を切り抜く。よっよっやりてくれ。荒波を押し戻せ。よし。嵐よ、俺に力を。おい、悪霊はこの手でさばく。花よ、進化をお見せしないの。飛んでけ。風が波となる悪霊はこの手でさばく。任せてください。俺の番だ。風よ、悪を切り裂け。聞いてみよう。
風が今波となる。生きた。荒波を押し戻せ。悪霊はこの手で裁く。花よ、日向ぼっこの時間ですよ。聞いてみよう。潮祭よ、全てをさばけ。任せてください。進化をお見せします。風が今波となる。悪霊はこの手で裁く。でも混ぜろ。足りてるぜ。マジックは押させよ。巻き起これ。嵐よ、俺に力を。悪霊はこの手で裁く。甘い。花よ、進化をお見せします。風が今波となる。聞いてみよう。この手で裁く。これも混ぜろ。風が今波となる。悪霊をはぜよう。悪を切り裂け。それでは、解説のようなお話をしていこうかなと思います。まずはですね、アールトから手を拍車に変えて、バフをね、つけて、ダメージを与えていくって感じですね。で、攻撃が来たので、ここは回避で押してください。でかいので、すごいね、判定が難しいんですよ。本当に。もう何度も当たってますからね。当たり前じゃないですか、こんな。一発でね、できるわけないんですよ。で、ここ来るので、ここで回避をして、ね、返して攻撃に削っていきまして、で、ここですね。一回こう上に上がるんですよね。上がって落ちてくるってなって、ここだとね、まだ回避ボタン早いんですよ。回避が早すぎて、その後の隙でダメージ入っちゃうんで。この辺ですね。この降りてきた、降りてくるみたいな感じで、もう画面を見てて、こう下にね、こう落ちてきたみたいな。そこの認識の時に回避ボタン。じゃないと多分当たるっちゃう。もうでかいから範囲が広いんですよ。で、その後に絶対羽が落ちてくるので、そこをアールドに変えて、スキルで離れて、間合いを取ると。で、これなんですけど、ここでね、回避して、ここでよく成功したなと思うんですけど、空中でここを回避して、で、まだ距離をね、こう、離れようとしてるんで、この後にね、大きく近づいてくるんですよ。なので、さらに離れようと思って用意しておいた、これね、使ってくるというね。で、絶対この羽が来るので、これも、こう、間をね、打って、もう近いね。よくこれで当たらなかったね。で、離れるという。おそらくなんですけど、ちょっと戻します。この羽のところ、
こう回避をしてるんですよね。で、回避成功したモーションは出ないんですけど、一応回避判定になってるんじゃないかなって、勝手に思ってます。じゃないと、まあ、さすがに、当たる距離なんだよな。だから回避ボタンは、多分、した方がいいんじゃないかなって思います。で、いろいろね、忙しいんですよね、これ。ぼーっと見てられないっていうね。このね、ちょっと、この判定を見たいんだよ。ここ。両翼が紫になったら回避ボタン。これ一発一発に判定があって、実は、避けても、一つ二つ当たってると、やっぱダメージが来るんですよ。当たると防御デバフがついちゃうので、できるだけね、当たりたくないんですよ。で、その後に絶対これが来るので、身構えて準備してください。で、この丸い円がね、ここですね。ここで攻撃ポストパリですね。で、ベリーナが登場しました。強振動ゲージを削りました。で、そしたら共鳴解放を使って、ベリーナ自身の収束スキルのゲージを貯めていきます。でもこれで溜まったので、漂白者にバトンタッチしてブレイクという感じですね。まあブレイクしてね、ダウンは7秒ぐらいですけど、ガード状態になるので、まあできる限り強振動は気持ち削ってってた方がいいかもしれないですね。で、今度はベリーナを出して、もうね、まあ見てると思うんで、共鳴解放のスキルをために入ってます。で、避けて、パリできるところが来るので、パリにしてダメージを与えていきます。ベリーナに変えて、共鳴解放ゲージを確認してますね。で、これでまたために入って、で、漂白者に変えようと思いましたが、詐欺の攻撃が見えたので、回避に集中してますね。で、これね、一応回避タイミングということで、まあ、これで相当わかりやすいんじゃないかなと思います。で、これがね、降ってくるので、アルトに交代して、で、さらにスキルを使って距離を取ると。で、溜まったので、漂白者に交代して、で、これはパーリーですね。で、削っていきます。ここで回避ちゃんとしてから発動。で、そうするとですね、体力が、まあ、サとギの間、ね、無常の詐欺のサとギの間、まあ、ギより左かな。まあ、これぐらいになると、ふわっとこう、上空にこう浮き上がります。浮き上がりますって、こう、羽ばたきまして、でもね、それを察知したので、ベリーナに交代してます。これが来るんですね。この、大量の羽がバーって来るんですよ。で、これで、タイミングがね、これね、ランダムじゃランダムなんですよね。同じとこに落ちてる時もあれば、全くバラバラの時もあるし、ちょっとこれはね、運かもしれないね、これは。で、そしたらベリーナを使って、これをね、ダメージ判定から逃れてますね。で、そしたら、これは3回攻撃なので、距離を保って、ちょっとここじゃ無理だなと思ったので、回避選んで、で、ここだと思って、パリですね。で、守りに入っているので、
ために行ってますね。で、溜まったので、こうベリーナに交代して、で、さらにベリーナもスキルを使うことによって、収束スキルが溜まりましたので、ここで、再び漂白者に交代しています。なんかすごいこう、おたけびみたいなね、なんかこう、サギが動き出したので、距離を取ろうと思ってアールトに交代しています。で、そしたらこの何が来るんだろうなと思ってたんですけど、まあ、これだったので、これね、左右に揺らしながらね、近づいてくるんですよ。なので、見極めて、こう、潜り込むって感じですね。で、当たり判定が、火のね、こう、上から下にこう、地面にね、吐き出してる。そこしか当たり判定ないんですよ。ここに当たれば、ダメージが来るんですけど、下に、模様になってる、火の模様みたいになっている、ありますよね。そこには、まあ、ダメージ判定がないので、もし踏んじゃっても、大丈夫です。で、あとはもう今これ削るだけなので、はい、ヤオクリですね。で、そしたら、これですね。この翼が紫色になったら回復。これがですね、今のこの攻撃が結構ロックオンが強くて、結構走り逃げても狙ってきます。なので回避の方がまあ安全ですね。で、これまたこれ3回来るので、タイミングを見て、ここだと思って、パリですね。で、ベリーナに交代して、離れようかなと思ったんですけど、火吹くやつだと思って、戻って懐に入ってます。まあ、ここはやっぱね、安全なんですよね。で、疲れ出すので、削っていきます。で、避けまして、で、またね、振ってくるので、アールドに交代して、で、もう、とどめ範囲内ですね。で、削りまして、終わりと。で、この後にですね、まだありまして、この今、自分が撮ったこの動画では、発動してない攻撃があるんですよ。無情の詐欺の。ここでは一回も出てない攻撃モーションを別撮りして、くっつけておいたので、それを見ていきます。まず一つですね。一つ目が、これですね。わーってこれただ移動しただけじゃないんですよ。ちゃんとね、攻撃判定があるんです。これに当たると、漂白者がワンパンで、序盤でも倒されます。なので、今、結構な4分のところで、このパターンが発動してるんで、結構序盤いつでもこの攻撃が来ると思っていてください。で、次がですね、これなんですけど、このね、変な輪ができるんですよね、火の。で、これは離れられるなら離れた方がいいんですが、なんか吸引能力もありまして、それがもしかしたら発動して逃げられない可能性があるんですよ。そうなった場合のタイミングで赤くなったら、こんなね、赤くなるんですよ。詐欺の目がピカーンってなって赤くなるんですよ。周りの炎が。これが回避の合図です。周りにね、ちょっと目を配っといてください。で、そうするとね、あれ疲れるので、結構攻撃のチャンスだったりします。なので、近くにいた方がいいかなって感じですね。結構、なんか、消耗するみたいで、この攻撃が。首がね、ダラーンってなるんですよ。あーって。こんな感じに。なので、結構もう、ね、削れると思うんで、チャンスですね。で、次が、これ3段攻撃ですね。3連コンボかな。ドーンと。で、その後に絶対これが来るので、
油断しないように。一発目こうで避けて、で、二発でこう避けて、で、こうですね。これは、この後にある漂白者一人でやった短期の時の動画です。それもね、見ていってください。で、これですね。これがちょっとなんかね、これ今ベリーナと漂白者で行ってる時のやつなんですけど、これが毎回残り1分ぐらいの時にじわじわ削ってって、毎回来るのかなって思いきや来なかったりするんですよ。発動条件がなんかすごい厳しいのか、時間なのか距離なのか体力なのかわからないんですけど、なんかね、毎回じゃないんですよ。この攻撃が。だからこれが来たら、あ、運悪って思ってください。もう5回ぐらいやっても出てこなかったですからね。で、これが、まあ1回普通に見せますね。で、バーンってきて、結構早いんですよ。で、遠くに飛んでっていう感じなんですよね。で、ちょっと戻して、わーってこうなるんで、これ多分一番目立つんで、ここから覚えてください。もう絶対これなんで、発動が。わーってなって、これね、残り10秒とかで、こんな攻撃になったら、どうやって攻撃するのっていう感じですよ。これがですね、この赤くね、目が、だいたいもうお分かりいただけてるかなと思うんですけど、キランってこれが合図ですね。だから見てないといけないです。で、見て、確認して、回避ボタン。ね、これで回避ボタン。これで回避成功してますね。で、次が、これなんですよ。これが厄介で、見てないと、警告の印がないんですよ。で、警告の印をここで出してるんですね。ここで。これが警告の印で、バーってくるんですけど、こう連続なんですよね。続けて、これが来るんです。なので、ないんですよ。警告の印が。で、避ける合図としたら、もう、詐欺と目があったらですね、こっち向いたら、回避。って感じですね。もう、こういつ来るんだろうってしてると多分当たってると思います。で、わーってきて、これが地面と詐欺の頭が近くなったら回避。早くないですかこれ。で、その後に絶対これが来るんで、まだ油断できないですよ。で、避けて、ね、これで、まあ一旦終わりと。まあこんな感じですね。いやー、こういろんな攻撃がね、あります。すごいですよね。まあ解説パートはこれにて終わりとなります。まあ、次はですね、一休みしてからまた後で見るもよし、このまま見てもいいですし、お任せいたしますが、自動の漂白者で一人で、詐欺に挑戦した動画を用意してあります。多分そちらもノーダメなんじゃないかなと思いまして思ってるんですけど、まあチェックの方をね、もし時間に余裕があれば、チェックの方よろしくお願いいたします。まあ、それがね、よかったら、チャンネル登録などね、していただけたらな、嬉しいなって感じです。自分の声はここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。風よ巻き起これ、嵐よ俺に力を聞いてみよう。圧を切り捨てる。悪霊はこの手でさばけ。甘い。俺の番だ。聞いてみよう。潮祭よすべてをさばけ。悪霊はこの手でさばく。風よ巻き起これ。圧を切り捨てる。聞いてみよう。生きた風よ巻き起これ。
行こう。行こう。荒波を押し戻せ。聞いてみよう。悪名はこの手で裁く。悪を切り裂け。聞いてみよう。風よ、悪を切り裂け。おい。荒波を押し戻せ。悪名はこの手で裁く。行こう。風よ、巻き起これ。悪名はこの手で裁く。行こう。潮騒よ、全てを裁け。聞いてみよう。言い切った。悪名はこの手で裁く。行こう。悪名はこの手で裁く。聞いてみよう。嵐よ、俺に力を。悪名はこの手で裁く。聞いてみよう。悪名はこの手で風よ、悪を切り裂け。